はい、どうももっとです。冒頭のですねビデオは僕のサイクリング友達がですね、偶然イエンバイのですねカウファー峠というところをですね、偶然通りかかって、撮ってくれたものです。ベトナムはですね8月31日から9月3日までですね独立記念日のお休みがありました。ということはですね、僕のソロのロングライドのシーズンがやってきたということです。今回はですね、ムーカンチャイ、サパ、それからハノイに帰るというようなコースで、トータルでですね、750キロで獲得標高が9000メートルという4日間になります。どうしてこのルートを選んだのかって言ったらですね、ちょっと数週間前にですね、ストラバで自分のパーソナルヒートマップを見てたらですね、ラオカイとかサパの方に僕が行ってないということに気づいたので、この計画を立ててみました。ムーカンチャイにはですね、ソロとかグループライドで何度か行ったことがあるんですけど、ソロのロングライドっていうのは毎回ですね懸念というかちょっと心配事がありますね。ということでですねなるべくしっかりした準備とですね計画を立てたいと思っています。ハノイからですねムーカンチャイまでは何度か行ってるので、道路状況っていうのはよくわかるんですけど、ムーカンチャイを過ぎた後はですね道路状況についてがよくわかりません。ストラバによるとですね全ての道が舗装されてるわけじゃないんですけど、結論から言うとですね一部の道路はグラベルもしくは工事中というものでした。あと獲得標高なんですけど、ストラバはですねちょっとなんていうかな高めに出る傾向があるので、少しちょっとなんですかな少なめに見積もって見る必要がありますね。ちなみにストラバのデータによるとですねだいたい1万メートルぐらいの獲得標高になっていました。今回の持ち物なんですけどジャージとビブショーツですね2セットと、スペアタイヤとスペアチューブとあとシーラントですね、あと、修理道具、それにアクションカメラと、充電機器類ですかね。今年の4月からですねチューブレスレディのシステムにしてます。そういうことでですねスペアチューブは1本だけ、チューブレスレディにしたことでですね持っていく荷物が少なくなりました。あと今回ですね新しいツールとしてですねランニングベストをですね着用しています。ランニングベストを着ることでですねボトルが2本詰められたりとか、他にもポケットがあるんで便利かなと思って、今回利用しています。で肝心のライドの方なんですけど、初日はですねウエストレイクから、ギアローですねイエンバイのギアローまでです。もともとはですねトゥーレというところまで行くつもりだったんですけど、その日の気温が高かったのと昼食をですね取りそびれてしまって予定より手前のですね、50キロ手前のところで予定を変更しました。ギアローではですねちょっとホテル探しに手間取りましたね。ギアローはあんまりポピュラーななんですかね旅行先っていうのじゃないので、ホテルも少ないんでですね1軒目ホテル見つけて行ったんですけどレセプションには誰もいなくて、気を取り直して2軒目行ったんですけど、2軒目もですねロックがスタッフの人が昼寝しててロックがかかっててですね、立ち去ろうってしたんですけど、たまたまですねスタッフの方が起きてきてですね、その宿に泊まることができました。2日目はですねギアロで朝食にですねバインコーンが食べたくて前1回来たことがあるんですけど、そこのバインコーンがどうしても食べたくなったので、朝からですね探しに行きました。バインコーンはですねハノイでも食べられるんですけど、どうしてもちょっとそこのやつがですね食べたくなったで
ですね。なんかお店の人と話してたらですね、僕が日本人だってことを覚えてくれたみたいで、前回ですね、訪ねた時はですね、僕を韓国人だと思っていたようです。今回はですね、なるべくベトナム語で話してコミュニケーションを取ろうとしたんですけど、いくつかですね、言葉が通じてるというか、会話が成立したんで嬉しかったですね。朝食をとったらですね、すぐに上り坂がですね始まりますね。なんか道路はですね、年々良くなっているような気がします。2日目のですね、ギアロとかムーカンチャイはですね、丘陵地帯なんであんまり暑くなくて良かったですね。その代わりですね、この日はとても登らないといけないかったです。カウファー峠はですね、18キロの上り坂でですね、結構登んなきゃいけないので、登る前にですね、トゥーレイで、ご飯とコーヒーを取って休憩を入れました。登り始めたらですね、僕の一番下の娘からLINE が来たんで、LINE しながら登ってたんですけど、さすがにきつくなったんでですね、LINE をやめてですね、登りに集中することにしました。集中して登ってたらですね、1台の車が僕に近づいてきて、窓が開いてですね、ビデオを取り出したんですね。僕はなんていうかな、その観光客がですね、自転車で旅行してる人が珍しくて撮ってるのかなって思ってたんですけど、登り続けてたらですね、サイクリンググループのグループチャットにですね、ビデオが送られてきました。とりあえずですね、頂上まではそのまま登り続けてですね、頂上に着いたらチャットを確認したらですね、さっき撮影してた人はですね、どうも僕のサイクリンググループのメンバーだったようです。車の窓が開いてですね、撮影し始めた人がですね、全然知らない人だったんで気づきませんでしたね。2回目ですね、僕の友達が撮ってたんですけど、その時も全然気づかなかったですね。とにかく僕のその走ってる動画がですねもらえたんで、僕はとっても嬉しかったです。カウファー峠をですね越えた後はですね、ムーカンチャイまで長い下り坂になります。ムーカンチャイはですね棚田でですね有名なところでですね、なんですけど、まだですね一部は黄色くなったんですけど、まだまだほとんどの田んぼはですね青いまんまでしたね。多分9月の中旬ぐらいにはいい感じで色づいてくるんじゃないかなと思います。ムーカンチャイでご飯食べたんですけど、お米がですねとても美味しかったですね。ベトナムと日本ってですね、多分ちょっと炊き方が違うんじゃないかなと思うんですけど、ムーカンチャイで食べたやつはなんか日本の炊きたてのお米みたいでですね、とても美味しかったです。ライチャウ省に入ったらですね、目の前にですね、ホアンリエン国立公園ですかね、山の綺麗な景色がですね飛び込んできて、僕は初めてライチャウに行ったんですけど、結構ですねその山の景色にですねちょっと魅了されましたね。ただちょっと残念だったのはですね、ライチャウに入ったらですね結構道がグラベルっていうか、砂利道だったり、それと結構工事が多かったのが残念でしたね。2日目はですね日没まで、自転車こいでタンウェンというですね町で宿を取ることにしました。3日目はですね、とってもきつい一日でした。朝はですね大久井峰峠というですねすごい上り坂でですね、23キロぐらい登るんですけど、天気はですね涼しくてとても良かったんですけど、峠の頂上付近ではですね雨に降られて、結構下り坂になったら寒かったですね。あとサパとですね、サパに向かう道はですね結構旅行客で混雑してて大変でした。サパで、昼食をとった後はですね、そのままラオカイ市を目指します。ラオカイはですね中国との国境の町なんですね。なんでちょっとイミグレーションゲートっていうんですか、そこちょっと見たいなと思ってですね国境付近まで行きました。
国境付近まで行ったらですね、漢字で、中華人民共和国っていうふうに書いてあったんで、そこで写真を撮ってですね、それからイエンバイの方を目指すことにします。ラオカイを過ぎてからがですね、結構トラブルがあったというか、一つはですね、路面の状況が良くなかったっていうのとですね、あとはあれですね、番犬ですね、番犬。イエンバイ市までの道がですね、小道っていうんですかね、DT って書くんですけど、そこはあんまり舗装されてなかったですね。なんで結構速く走ることができなくて、あとですね、僕のロングライドといえばですね、いつも番犬に追われるっていうのが、毎回の課題というか問題なんですけど、特にですね、日が暮れてからはですね、結構犬の攻撃性が上がるんで、あとまた、放し飼いなんですよね、ほとんどが。で、ワクチン打ってるかどうかもわかんないんで、狂犬病がですね、別のものは大きな問題なんで、困りますよね。今回もですね、何回か、襲撃というか、追いかけられたんですけど、地元の人が助けてくれたんで、あとですね、スマホの電波が繋がらなくてですね、あとどれぐらい走ったらですね、宿があるかっていうのも分かんなかったですね。でも結局ですね、どうにか、無事に、宮城ですね、ホテルには着くことができました。最終日はですね、ほとんどがフラットだし、舗装された道だったんですけど、朝早くですね、豪雨と洪水に遭ってしまいまして、イエンバイでですね、2、3時間したら止んだんでよかったんですけど、ハノイの友達からの情報によるとですね、ハノイは晴れてるし、そんなに暑くないよっていうことなんで、とりあえず忍耐強くですね、ペダルを回してハノイへ向かいました。結局ですね、無事に自宅には、帰ることができました。今回のライドでですね、だいたい北部のメジャーな地域には制覇したかなって感じなんで、結構達成感はありましたね。また次はどこに行こうかなというふうに考えています。はい、ということでですね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回のビデオで、お会いしましょう。あ、これ